はいどうもこんにちは、アジフライです。本日はですね、才能がなくてもレジェンドに行く方法というのをお伝えしたいと思います。先日ですね、アクト6におきまして本当に長年の夢でありましたですね、最終のレジェンドっていうのを達成することができました。そんな僕のですね、実体験をメインに今回の動画をお伝えできればなと思っております。ちょっとですね、簡単に僕の経歴をちょっとお伝えできればなと思うんですけれども、年齢は34歳になります現在で。格ゲー歴はですね、高校時代にですね、他の格ゲーでギルティギアっていうのとブレイブルーっていう格闘ゲームをですね、だいたい3年間ぐらいやってました。でも3年といってもですね、友達の家にあったギルティギアをちょっと遊んでた程度で、フレームっていうのをちゃんと知ったっていうのはね、ストリートファイター6で初めて、ちゃんと知ったっていうぐらいのレベルですね。世の中ね、アクト6まで来まして、最終レジェンド、残れてる人は、計2500人ぐらい。左を見ても右を見てもですね、レジェンドになってる人っていうのは、昔からの強豪のプレイヤーの方だったりとか、新進気鋭のね、若くて才能のある人ばっかり、いるんじゃないかなと思うんですけども、その中でですね、成長する34歳の素人おじさんっていうのもなかなか貴重な事例じゃないかなと思いますので、この動画がですね、将来レジェンドを目指している皆様の参考になればいいなと思っております。それでは行ってみましょう。キャラを1体に絞る、これ本当に大事です。一番大事かなと思います。もう他のキャラクターに浮気をしないということになります。正直ね、残念ながら、サブキャラをいっぱい触って、みんな強いっていう人いらっしゃいます。レジェンドの方々でも。ただね、それはですね、正直はっきり言いましょう、才能です。もしくはもうすごい経験値積んでる人、道着キャラクターもいっぱい過去に触ってました。飛び道具キャラクターもいっぱい触ってて、それがもともと強いっていうのがもう礎ができてる人じゃないと、正直レジェンドを複数キャラクター目指すっていうのは無理です。なので、私のようですね、才能のない人っていうのはもう1キャラに絞った方がいいんじゃないかなと思います。理由なんですけれども、このゲームですね、とっさのコンボ判断だったりとか対空だったりとかゲージ状況など常にいろんな判断求められます。そのゲームにおいてですね、操作方法がこのキャラクターは違うんだっていうことが、そこでメモリを割いちゃうっていうことですね。脳のメモリをもうトップ層の、トップ層同士の戦いにおいてはですね、もうね、ディスアドバンテージ以外の何者でもないです。なのでですね、強くなりたいって思ってるけれども、自分の才能にちょっと正直あまり自信がないっていう人はもう正直1キャラに絞った方がいいんじゃないかなと僕は思います。もう2個目はともかくトレモです。これはね、そもそも言ってしまったらもうそれで終わっちゃうかもしれないんですけども、正直レジェンドに行くためにはレジェンドに行くほどの実力っていうのがそもそもないといけません。はい、悲しいですね。じゃあ才能がない、僕みたいな人間がですね、その実力をどうやってつけるのっていう話なんですけども、才能がある人よりトレーニングしなきゃいけないっていうことになります。正直トレーニングをするしかない。じゃあどんなトレーニングをすればいいのかっていう話なんですけど、僕が MR 上がるまで、一部やり続けていたトレーニングっていうのを今回はお伝えできればなと思います。まず、ルーキー隊からマスター隊まで、マスター到達まで、やることですね。これはともかくコンボ練習になります。基本のコパンからだったりとか、DJ でいうとですね、ラッシュ中パンから、マシンガンにつなぐ、これがね、当初の基礎コンだったんですけど、ここからアクトが変わって、ヘイヘイまでつなぐコンボっていうのが基本になりました。これをですね、ともかく実践練習でもう 100% できるところまでやるっていうのが、まずマスター到達までに必要なトレーニングになります。これでですね、実践を繰り返すとおそらくマスターまではいけると思います。いろんな状況のコンボっていうのを
実戦でミスらないとこまで完璧にこなす。これがまずマスターまで、いったトレーニングになります。で、そこから1600、1700ぐらいまでですね、までやっていたトレーニングっていうのは、正直これもコンボ練習です。でレベル2なんですけど、これは、いわゆるセットプレーまでです。こうなったら、投げが埋まりますとか、こうなったら何フレーム有利ですよっていう状態を理解して、でその後に、シミ、投げ、そういったところのいろんな手札、打撃が何フレーム目に重なるとかっていうところを理解して、これは今回はこの手札を出そうっていうところまでちゃんととっさに選べる状態まで練習しました。で1700から1800まで、ここに関しては、守りです。ともかく、守りの手札っていうのを増やしていきます。無敵暴れ、オグラセグラップだけじゃなくて、無敵暴れ、前ジャンプ、ジャストパリ、バクステ、あとは壊し暴れなど、いろんな選択肢を体力やゲージ状況に合わせながら選べるようにっていうのをトレーニングモードで、相手に、置き攻めさせてもらいながら、それを自分の方で選んでいくっていう作業をやりました。でここから1800以上、これに関してはですね、もう1800以上はもうみんな全員そうです。もう自分のキャラクターが何も考えずに大体結構自由に動かせてます。もう1800体以上っていうのは。なのでコンボも完走当たり前です。でコンボ中に体力ゲージだったりとかドライブゲージ、スーパーアーツの、状況などがですね、ゲージなどが全部確認できる余裕が出てくるのが1800以上の状態になります。ここから僕がやってたトレーニングに関しては、後出しじゃんけんの練習をします。あとはキャラ対策ですね。ここからはかなり細かい部分の練習をしていきました。後出しじゃんけんでいうと、こういったトレーニングになりますね。あと置き攻めで絶対に相手を封殺させるためのトレーニングっていうのもやりました。こういうものになります。でその次ですね、ここからはおそらく2000以上になってくるんですけど、ともかく自分で考えるっていうのをやりました。もうキャラの単体とか動画を見て検索して得れる情報っていうのに限界が来始めます。もうこの状態になってくると。なのでしかも僕ですね DJ 使いなんで、もうぶっちゃけかなり顕著でですね、プロの皆さんみんなやめちゃって情報源めちゃくちゃ少なくてですね、なので、一個一個のセットプレーについてちゃんともう一回考えて、実はこの選択肢だったらこうなんじゃないかなっていうのを考えてみました。でそれをトレーニングモードで試してみて一個一個習得していくっていうのが、最終トレーニングモードでやってることですね。今もなおこの置き攻めのプレイだったりとか後出しじゃんけんでキャラ対策、そして自分の中で考えるっていうのはずっとやってます。じゃないとみんなに勝てないので、ともかくこれは続ける。これが上達の近道でありレジェンドに行く方法の一つです。ともかくランクマしまくるですね。レジェンドに行くためにはレジェンドに行くまで対戦する以外
方法はないです。ここでね、皆様に衝撃的なサンプルをお見せしたいと思います。僕が、アクト6レジェンド到達までに必要だった対戦数と勝率をお見せしたいと思います。こちらです。アクト6のみで、実に、3400回、勝率はなんと 51.92% になります。めちゃくちゃ低いぞということなんですけれども、実に重要なことなんですが、勝率が 50% を切らなければ MR は上がります。目の前の勝率にとらわれてですね、ランクマを回さなくなるっていうのはレジェンドに行けなくなってしまいます。なので目標ランクに行くまでともかく負けてもへこたれずにランクマを回す、これがね、どんなにダサいと言われようがですね、正直凡人に残されたですね唯一の方法なので、こればっかりは頑張るしかなかったです。もちろん調子のいい日にしっかり回すっていうのが大事なので、それはですね自分の体調と相談しながらしっかり回してください。最終勝率はですね 51.9% しかありませんでしたけども、この 1.9% の上振れがですね僕をレジェンドに連れて行ってくれたということになります。なのでこれをですね僕は誇りながら次アクトも頑張っていきたいなと思っております。強い人のリプレイを見るですね、絞ったキャラクターの MR のだいたい常連の上位5人ぐらいのランクマのリプレイをとりあえず見ます。そうするとですね、なんかいろんなところにすごい気になる点とか、すごい偉いプレイみたいなのが出てくるんですね。とんでもないスーパープレイ出てくるので、それをしっかり記憶して、それを自分のトレーニングモードに戻って、それを引き出せるようにっていうのでトレモで練習してみてください。強い人と戦って知り合いになるですね、これベストはですねオフ対戦会に行ってみることをお勧めします。で、近くにオフ対戦会がないのであれば、そういったですねネットで募集しているディスコードサーバーとかに参加してですね、それで、強い人と戦ってみるっていうのが大事だと思います。正直自分が強くなれた原因の中でかなり高い比重がここにあるかなと思っておりまして、自分がですね初めてオフ対戦会に行ったタイミングはですね、初めてマスターに上がった時に、行かせていただいたんですね。で、初めてですね名古屋の対戦会に行った時に、その対戦会にですねなぜかナリくんがいたんですよ。でですね、そこで緊張しながらナリくんじゃない初めて対戦した人と戦ったんですけど、まさかのその人がレジェンドキャミー使いだったんですね。でですね、勝利ならないくらいボコボコにされまして、で、そこでですねあんまりにも自分と異次元の世界だったんで、ちょっと聞いたんですよ。これどうすりゃ何にもできないんですけど、どうすりゃいいんですかって聞いたら、これはねここがこういう風になって、そもそもこういう感じでこういう読み合いになってるんですよっていうのを一から全部教えてくれたんですよね。じゃあ、その時にですね、いやちょっと異次元だなとは思いつつも、同じ人間なわけじゃないですか。なのでじゃあそれができるようになればちょっと勝負はできるようになるんだなと思いまして、その読み合いをできるように頑張ろうっていうのでですね対戦会通うようになったんですよ。そしたら対戦会にいたナリ君とかも戦えるようになってきてですね、最初はですね、5-0 もちろん勝負にならない 100% 負けてたんですけども、そこからですね 4-1 になったり 3-2 になったりっていうのですね、未だにもちろん勝ち越すとか全然ないんですけどっていうのがなってきたんですよね。でそれ理由としては、そこでですねこうだよだよっていうのを向こうがですね勝った後にちゃんと聞くと返ってくるっていうのが非常に自分の中でプラスになりました。動画だけではね自分の手癖ってわからないんですよ。ただ強い人が対戦すると自分がやってる行動ってこういうことが多いんだよっていうのがなぜかわかるんですね。強い人って意味がわからなかったんですけど、徐々にね自分も見れるようになってきたんですけど、それでですね景色正直全く変わりました。なのでですね、今コーチングっていうのはね非常に浸透してるものだと思うんですけど、対戦会に行くとですね全員コーチになってくれるんですよ。これね格闘ゲーム界隈めっちゃあったかいんですわ。なので強い人のディスコードサーバーに行ったり
対戦会に行ったりっていうのでですね、ぜひ強い人から一緒に対戦してみてですね、アドバイスをもらうっていうのを経験してみていただくと、ぐっと自分の実力が上がっていきますので、試してみてください。で最後にまとめますとですね、トレーニングモード、ランクマッチ、そして強い人とのカスタムと猛者のリプレイ鑑賞、これをですねバランスよく回し続けるっていうのが一番の上達の近道であり、諦めずにやり続ければ絶対にレジェンドの道っていうのは開けます。そしてですね、最後にお伝えしたいこととしては、ともかく自分で考え続ける、思考を止めるなっていうやつですねが大事かなと思います。よくですね、私のアジフライさんの動画でマスターに行けました、ありがとうございますっていうのをね、配信で来てくれたりとかする人もいるんですけども、それもね一つの努力です。検索をかけて動画を見るっていうのも一つの努力だと思います。あなたを勝たせたのはあなた以外他ならないのでですね、これからもね一緒に頑張りましょうね。長時間見ていただきまして誠にありがとうございました。もしよければですね、動画のいいね、高評価、チャンネル登録していただけますと僕のモチベーションになりますので、ぜひしていただけると嬉しいなと思っております。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。